神様は裸じゃないか。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と怪しい病気と拭いきれない焦燥感、欲望と共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、また始まっちゃいましたね。そう今日もね、世界を憎しむパワーでねお送りしていこうと思います。人類の敵ネガティブマンですということでね、今日はね、反出生主義第12弾をお送りします。こんなものにね、結論もクソもないんですよ。反出生主義は正しいというね、ギュッとした力みから入っていこうと思いますけれどもね、反出生主義をね認めない人たち、反出生主義をバカにする人たちがいたとしたらね、こういう質問をしてみてください、皆さん。じゃああなたに聞きますが、この世に、この世界に生まれる意味は何ですか？少しでもメリットがあったら教えてくださいって言ってください。全く答えられませんからね。生きてる意味を問うてるわけですよね。生まれてくる意味、生まれて生きる意味を問うてみてください。そういうふざけたね、非常にどうせ臭い感じなやつですよね。おとぎ話を信じるタイプのね、そういう極めて不純なね、ただただ幸運なだけだったようなね、あらゆるスペックに恵まれただけだったり、運が良かっただけのね、そういう反出生主義をバカにする人たちにはね、ぜひとも投げかけてみてください。この世界に生まれてくるメリットは何ですか？生まれてくるメリット、生まれてくる意味は何ですかね。どうして生きてるんですか、我々はね。神様は裸じゃないかってことですよね。全くね、無意味なんですね。無意味極まりないんですよ。ですからね、ぜひともね、反出生主義は正しいということをね、世界に自信を持って広めてください。私もね、微力ながら世界を滅ぼすチャンネルの運営者としてね、やはり世界を滅ぼすためにはね、やっぱり反出生主義の正しさっていうのをね、断るごとにね、しつこくね、世界一しつこく言っていかないといけないなと日々ね猛省しています。そうなんですよね。人間って残酷なんですよね。残酷なんです。この間ね、豚が出産してその子供たちにお乳を吸わせるみたいなね動画を見てたんですけれども、残酷なんですよ。お母さん豚もぐてーっとしてるしね、うちの労働場におけるね、ズゴックに似た太った女の子がいるんですけれどもね、そんな感じでね、ぐてーっとして、ズゴックってわかります？ガンダムに登場するね、水陸両用のねモビルスーツなんですけどね、シャアが乗るズゴックは赤いんですけれどもね、通常のズゴックは青い色をしています。青いというか紺色ですかね。それは置いといて、ズゴックみたいなね、本当にズゴックみたいな丸い形でね、強そうなね、それはいいとして、とにかくね、そういうぐてっとしたね母親の豚がね、子豚たちにお乳を吸わせてんですよ、狭いところでね。
そして何が起こるかっていうと、子豚がね下敷きになって死んじゃうんですね。でそれを管理している人は、下敷きになって死んじゃったってこうね、死んだ子豚をこうつまんでこう外に置くわけですよ。ね、残酷じゃないですか。ろくに動けない母親豚、下敷きになる子豚、ね残酷でしょ。人間はそんなことをしてね、日々お肉を食べているんですよ。私は常にね、家畜類、牛さん、豚さん、馬さん、そういうね動物たちに感謝を忘れないようにしています。虎とかキリンとかはね見て喜んでんじゃねえよって話ですよね。人類に一番殺されて、鳥もね、鳥さんも含めてね、そういう身近なね動物たちに感謝を述べないでどうするんだっていう話ですよね。まあそれはいいとしてですよ。残酷なんですよ。ビーガンは頭がおかしいので一切支持はしたくないけれども、人類を滅ぼすためには必要な人たちなのでね、支援していきたいなと思いますけれどもね。ビーガンの気持ちも少しは分かりますよね。人間はね残酷なんですよ。かといって肉を食べないとね、いろいろ体に不調をきたすわけですよね。残酷。とにかくね、話が遠回り脱線しまくりましたけれどもね、反出生っていうことを考えるときにですよ、人間は残酷なんですよ。食物連鎖の頂点に立っている。ということは、野菜もね、先日述べた、豚さんも、いろんなものを殺して食べてるんですね。雑食じゃないとまた生きていけないみたいなね、めんどくさい生き物なんですよ。もうね、動物たちにとっても人間というのはもう死神のような、なんて言うんでしょうね、恐ろしい存在ですよね。そういうね、自分勝手なね、よく生きてる意味もわからないね、生殖を繰り返す、そういう人類を今後生まないようにしていくっていうのはこうね、ファンタジーではなくて、ファンタジーは語りたくないですね。現実的な問題の一つとしてね、そういう残酷な人間を一人でも減らしていこうっていうことがね、とても大切なんじゃないのかなと思います。故に反出生主義は正しいんですね。だってこの運動を推進していけばね、そういう残酷な面をね、この地球上から少しでもね削っていけるわけですよ。むにゅーっとね。そういった意味合いから言っても反出世主義は正しいんですね。残酷な人間をそもそもね減らすべきなんですよ。まるで人類に用意されたかのように振る舞うこの人類というね、愚かで、あとやっぱり反出生主義の正しさ、推進の必要さっていうのはもう一つ、いやもう100個も200個もありますけれど、結局人類がねちっとも進化しないんですね。進歩していないんですよ。人類は進歩していない、ポコチンの話じゃないですよ。進歩の進歩ですよ。そうなんですよ。進化してないんですね。進化していない。いつまでたってもねくだらない犯罪を犯すしね、薬中になってみたりね、アル中になってみたりね、こう男と女の地上のもつれで殺し合いをしてみたりね、もちろん戦争もやらかすし、血で血を洗うね。私は天才ネット軍師として言いますけれども、戦争進化論は正しいですからね。それは置いといてですよ。
人類っていうのは道徳的にも精神的にも常に幼稚でね、いつの時代を切り取ってもね、殺し合いをやってきてね、愚かな為政者、独裁者、王、キングですね。そういうね、そしてね、9割9分の庶民たちはまたね、愚かにもそれについていってまた嫌な目にあってっていうような繰り返しですよね。そうよくわからないなっていう人は中国のここ最近100年ぐらいの歴史を勉強してみてください。いや、勉強なんかする必要ないですね。ちょっとパラパラっとね見てみるだけでも、ああ人類って愚かだねって、そう愚かなんですね。愚かね、残酷な存在だし愚かなんですよ。全然ね、ハムラビ法典の目には目を歯には歯をの方がよっぽどねマシなんじゃないかって思えるぐらいにね、こう残酷な犯罪者にも甘くなってきたし、そうね、いろんな問題を引き起こす誰とは言いませんけれどもね、そういう者たちを野放しにするわけですよね。でそういう問題ってなんか現代の問題かなと思うけれども、世界史を紐解いてみるとね、昔から同じことを繰り返してるんですよね、人類はね。人類は同じ過ちや同じ愚かさを繰り返す、非常に進歩していないね、愚かな生物なんですよね。ね、奴隷制度も移民の問題ももう有史以前のねあれですよね。紀元前の話からもうずっとそうですからね。殺し合いにしても戦争にしてもね、飢餓で苦しむのもそうだし、病気も全く克服できてないですしね。克服したなと思ったら新たなね、いろんな病気が出てきますね。そもそも一番そうですね、それもあるし、やっぱり反出生主義が人類が進化していないのでもう終わりにしましょうという意味合いも込めてね、反出生主義を推進するべきだと思いますね。もう人類はこれ以上進歩しないのだとね。通信手段やインターネットやそんなものがねいくら進んでもね、なんだかちっとも空飛ぶ車も宇宙旅行もね全然進みませんしね。ここら辺が人類の限界なんじゃないのかっていうね、損切りですね。損切り人類の損切りをするべき時が来ているとネガティブマンは思います。そうなんです。そういった意味からもね、反出世主義は正しいのでね、やっぱり推進していかないといけないですよね。そうなんですよね、人類。そもそもですよ、医療が発達してね、人間を長生きさせることに成功してきて、でも安楽死は絶対必要でっていう話もね、安楽死は絶対必要であるシリーズもね、今度またね更新しないといけないなと思いますけれど、私はもうね老人になりかけていますけれど、どうですか皆さん、障害者の皆様だけでなくね、老害と呼ばれる年になったらね、一体何のために生きてるのかさっぱり分かりませんね。で、私自身もそうですけど、喜びなんていうものもね少なくなってくるわけですよね。長生きしてまで生きる意味がないし、生まれた時から死に向かっているわけですよね。死亡ですね。リブアンドデス。死に向かっている存在、生きてる意味は何ですか。生まれた意味は何ですかね。残酷だし進歩していないし、
おまけに長生きするという過程でさらに苦しみを生むわけですよね。それでも死にたくないとかいう老人がいるのは全くもって不思議だなと思います。まあでもね、彼らも安楽死制度が整備されればね、そうもういいっていう人が続出すると私は思いますけれどもね。そうね、そうなんです。そういう苦しみがありすぎじゃないですか。長生き、いろんな病気を治してみて長生きはしてみたけれどもね、若い頃のように動けないしね、頭も足腰も衰えて変な施設に入れられてね、子供みたいな真似をさせられたりね、なんかつまんないリクリエーションとかでやらされて時間を潰してね、何の意味があるんでしょうね。もう苦しみのみですよね。そういった意味からもね、やっぱりそういう苦しむ人たちをとにかくね減らしたいという意味合いから言っても反出世主義は正しいんですね。もうね、正しすぎて涙が出てきますけれどもね。そうなんですよ。何せ反出世主義の正しさっていうのはあれですよね。スペックに恵まれたり運が良かったりっていうね、そういうごくごく一部の、そうですね、人類が80億いるのならば、そうですね、まあ甘々に見て10億人、そんなにいないかな、5億人ぐらいですかね。あとの75億人はどうですかね。生まれた時からほぼ奴隷でね、そう大して楽しみもなくね、気持ちよくなることもなくね、私のように休日に寝るのが最高の幸せみたいなね、何のためにね、何のために生きてるかさっぱり分かりませんね。何のメリットもないね。2、3日前に上げた動画で話したね、貧困すぎてね、犯罪ばっかりを犯して、今はゴミ拾いをしてね、売れるものを売ったりとかして生計を立てています。しかし南アフリカは365日300日は停電になるので、ろくに電気が使えませんみたいなね、びっくりするようなね青年がいましたけれどもね。私も同じようなもんですよ。何にも変わりません。彼も多分安心してね、ご飯を食べて安心してゆっくり眠れる時が多分幸せなんでしょうけれども、私もそれぐらいしかないですね。目覚めればまた生活の不安に、またね、人生という名の脅し、生活をしていく、生きていくという名の脅しですよね。生かされているとか言いますけれどもね、生かされつつ脅されてね、ただただ奴隷としてね、くだらない労働力としてね生きていくというね、もう地獄のような、そういうことだと思うんですよね。ルール話してきましたけれども、そうですね。あと何でしょうね。反出生主義も第12弾になると多分重複している部分がありますけれどもね、やっぱりね、この世界でね、最後の最後までしつこく言っていこうと思います。そうですよ。まあ正しい。びっくりするほど正しいですね。大体あれですよね。根本的に反出世主義は正しいんですけれど、なぜ生まれるのかって言ったら、親の世間体だったり見栄だったりね、エゴイズムで生まれてきますよね。これぐらいの資産があって、これぐらいの
若さでね、そして人生設計上こういう家柄で、じゃあ2人は欲しいねみたいなね、もうエゴですよね。もうすでにエゴですよね。エゴの塊なんですよね。そう。まあできちゃった婚とかね、なんかね、うんちみたいな頭の足りないヤンキーのね、ボコボコ産むみたいな、そういうのはまあね、動物的な本能ですよね。まあ動物的な本能っていうのを客観的に見れる知能があるのならばね、やっぱり人類は世界を終わらすためにね、人類の削減を始めなければいけない。そのためにはやっぱり反出生主義という思想をね、根付かせて、そう、親のエゴは許さないぞっていうね、そう、特に奴隷たちは子供を産むなみたいな、そういう空気感が出てくるといいですね。そう、どうせ生まれたって奴隷なんですから、そうね、上級国民や中流国民やね、とても良いスペックで生まれた連中がね、得をするだけの世界で、ね、親のエゴで、ね、人間を生むべきではないですね。そう、なんでしょう、妊活とか言ってこう不妊治療をしている人たちの話を聞くと、もうあれですね、ゾッとしますね。いやって思いますね。そこまでしてね、あなたたちは生まれない、ね、産もうと思ってもなかなか生まれないんだからね、なんかそこら辺のヤンキーだったりとかね、こう性欲お化けな種馬マンみたいな人たちに任せてね、もうそう、お金を与えてボコボコね、本当に産みたいね、国自体がこう少子化に向かうんだったら、そういう人たちを選抜してどんどんね、産ませればいいじゃないですか。こうしっかりとした精子ね、しっかりとした子宮を持った人たちを選抜してね、ボコボコ産まされればいいんですよ、少子化の対。でもそうはいかないですね。残酷なのに倫理観みたいなね。そう冒頭申し上げた通り、こう人類はね、たっぷりと残酷な生き物のくせにね、倫理観とか持ち出すわけですよね。そう、人権とか持ち出してね、そう、そんなひどいことを言うのはダメだみたいなね。そう、今更ながらに善人面をするわけですよね。とんでもないですよね。とてもね、可愛いぐてっとした僕の大好きなね、豚さんたちはね、最終的には食われちゃうわけです。僕とんかつ大好きですけど、最終的には食われちゃうわけですから、私も私自身をね、残酷だと思ってます。そう、綺麗事じゃないんですよね。ですから本気で少子化をね、やめさせたいならそうすればいいんですよね。元気はつらつなね、なんかこう元気はつらつな男の子と元気はつらつな女の子をね、健康体にね、産ませられるだけ産ませればいいんですよね。豚さんの子供たちのようにね、どうせ残酷なんですから。そう、残酷なくせにね、延命とかね、そう安楽死を否定してみたりとかするからね、ますますなんかね、ムカムカするんですよね。まあとにかくね、だらだら話してきましたけれどもね、とにかくまあここまでね、説明すればね、いかに反出生主義が正しいのかっていうことが分かっていただけたと思います。そしてまた次回もね、このシリーズを続けてね、必ず人類の削減に持っていこうとね、思います。そして世界の滅びにつなげていけたらなと思います。では、世界を滅びるチャンネル、今日はこの辺でお開きとさせていただきます。明日にも今日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。